込み入った話になるとスウェーデン語、ノルウェー語になるんですね。やっぱり日本はグローバルじゃないっていうところにつくんです。ここ言いたいのは、英語は単なるツールです。皆さんこんにちは。私は異文化コミュニケーションアドバイザーをしております医師のシャーハンと申します。イラン・テヘラン出身で現在は日本国籍です。日本に来て18年以上経っています。今は日本の企業さん向けに異文化コミュニケーションの研修またはコンサルティングをしておりまして、プラスニュースビッグも書いてます。ぜひ読んでみてください。今日はですね、また新たな違和感があります。ちょっとそれについて話をしたいです。日本の SNS を私もやってます。いろいろ見ます。ちょっとね、思ったのは、英語のネイティブの人たち、SNS でどっかの日本のサインとかですね、を見つけて、英語のサインを見つけて、これはおかしいぞって言って、それを SNS で流すんですよ。で、それに対して、日本人は、ごめんね、恥ずかしいね、とか、匿名ですけどね、恥ずかしいね、とか、ごめんね、とか、やっぱり日本はグローバルではないね、と。それに対して答えていくんですよ。で、これがね、SNS 上で、広がっていって、やっぱり日本はグローバルじゃないっていうところにつくんです。ここ言いたいのは、英語は単なるツールです。それ以上でもそれ以下でもの話でもないんですね。それ以上でもそれ以下でもないんですよ。ただのツールです。これを忘れないでください。英語をできたからって私はグローバルですっていう話ではなりません。この世の中には英語できれば確かに海外旅行も行けますし、通じる国もあると思うんですよね。そこに住んでいくには英語だけじゃ住めない国ってものすごいあるんですよ。その国の言葉を理解して住まなきゃいけない国ってたくさんあるんです。だから間違えただけで私はグローバルではないって異文化を理解しないってそれは違います。私はここで断言します。それは違います。で、ここで例を挙げます。私の友人、スウェーデンに住んでいる友人で日本人です。私のイラン人、元イラン人というかイラン出身ですねのいとこ、ノルウェーに住んでます。2人ともスウェーデン語、ノルウェー語ペラペラです。英語もペラペラです。喋れます。私から見てペラペラだと思うんですよね。でも職場の中ではやっぱりね、英語は通じる同僚はたくさんいるんですよ。でも込み入った話になるとスウェーデン語、ノルウェー語になるんですね。だから彼とその私のいとこと喋ってたら同じことを言ってたんですよ。やっぱりね、同僚は英語で話すのはプレッシャーだと感じるんですよ。スウェーデンとノルウェーの話ですよ。ものすごいパーセンテージで英語を通じる国なんですよね。ものすごい比率ですよ。でもそれでもやっぱり英語をプレッシャーだと感じる国なんです。私は言いたいのはここでメッセージ2つあります。1つは英語のネイティブな方、あなたが日本に来てどっかのサインを見つけて SNS でばらまいて、やっぱり日本は違うねとかこれが間違いねとか思ってるのであれば、それをどっかの自治体だとか行政にこのサインはねこうでなきゃいけないよとかを連絡してあげた方がよっぽど親切です。そういうふうにしてほしい。でプラス日本人の方、そちらにね、ごめんね、恥ずかしいね、私たちやっぱりグローバルではないねとか書かないでください。逆に
教えてあげてください。日本はむしろもしかしてそういう意図があって書いたのかもしれない。そういうのを逆に教えてあげてください。むしろどっかのね行政に連絡していただけますかというふうに生かしてあげてください。この2つを忘れないでください。最後に言いたいのは、英語は異文化ではありません。英語できたからって異文化を理解する、その国の文化を理解するっていうことではありません。これを忘れないでください。見ていただきましてありがとうございます。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。私はですね、ニューズウィークもコラム書いてますので、ぜひ読んでみてください。プラス本業では外国人とのコミュニケーションがうまくいかなかったりという企業がいらっしゃいましたら、私が手伝います。ぜひ連絡ください。ありがとうございます。